僕はですね、長崎市滑市町出身でですね、被爆したのはここの場所ですよね。ブーンと飛行機の音が聞こえましたので、あ、飛行機が飛んできたぞと思って空を見上げとったんですね。ところが、飛行機を見つけることができなかった。ずーっと音を追っとったんですよね。そしたら目の前でパーッとフラッシュ焚いたような光が光ったわけですよ。あっとまで顔をかぶしたんですよ。だから顔をよくしませんでしたが、裸におったためにですね、腕と横っ腹をやけどしたわけですよね。それで、こんな田舎なのに爆弾が落ちてきたんだなと思って、裏の滝山に走っていって、防護の方に走っていったんですよね。で、途中で、爆風で吹き飛ばされてるんですよ。その吹き飛ばされたのは僕は覚えてないんですけどね。その吹き飛ばされたのは知らなかったんですけども、そしてですね、もうその時裸でおりましたので、もう横っ腹が熱くて熱くてたまらなかったんですよね。ではすぐそこにですね、浅い小さな池があったんです。そこまで走っていってですね、その池の中に入って、ザー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 水をかけたんですよね。どこに爆弾が落ちたかなって出してみたところがですね、例のキノコ雲が太陽に真っ白く光ってですね、もくもく天体がどんどん上がっていったわけですよね。その時に、広島に新型爆弾が落ちたということをニュースで知っておりましたので、あ、長崎にも新型爆弾が落ちたんだな。これはどえらいことになったぞって思ってしばらく見とったんですよね。そのキノコ雲がどんどん天体が上がっていった。しばらくしたら、一面から煙がですね、わーっと上がったわけですね。それで、うちの近くに3軒のわらぶきの家があったんですよ。それがもうボンボン燃え出したわけですね。で、夕方は全く、もう空は見えなかったんですよ。煙でですね。それで僕は、防護の入り口まで行ってですね、もう、痛かったもんだからですね、もう涙ポロポロ出して横になってですね、ばあさんからうちわで、仰いでもらっとったんですよ。はじめ、水ぶくれがですね、小さな水ぶくれがいっぱいできとったのに、だんだんそれが下の方にで、大きな水ぶくれができたんですよね。で、その水ぶくれをどうすればいいかなということでですね、うちの近くに元軍隊でお医者さんをした人がいたんですよね。そこに行って見てもらおうと思って行ったんですよ。それは8月9日の夕方ですよね。そこに行ったらですね、もうそこの庭にはですね、今まで見たことない大怪我した人たちがですね、いっぱい横たわっとったわけですよね。それを見て僕は、ああ、これがまさに生き地獄だな、と思ったんですよね。こういう情景を生まれて初めて見た情景ですからね。驚いて、見たんですよ。で、もう顔全体焼けて、顔がベラーっと剥げた人とかですね。もう顔にガラスが入って血みどろになった人とかですね。もう手がちぎれた人とかですね。もうそういう人たちがいっぱいそこに、立っとったんですよね。横たわったね。足の踏み場もないぐらいに、いっぱい横たわっとった。どうしたらいいですかって顔を破って出しなさいと言われたもんだから、爪で顔を破ったんですよね。ドーンとお湯のようなものがですね、足元に流れたんですよね。そこで薬を塗ってもらった。薬といっても食用油ですよね。油を塗ってもらっただけだ。それで、帰ろうってしたらですね、ここの台の上ですね、痛いと大声で泣き叫ぶ女学生がいたんです。